カなの？すっとぼけてんの？話進まねえ。俺こっちは分かんねえからいちいち隠されると困るの。お前記憶なかったっすよなてめえなあ。信用できない新人の子たち。ごめんだけどこんなの止めたくないよ。まあ要はそのケントとレアがせいやの飲み直したお客さんに連絡してやっちゃったっていう話らしい。あ、爆弾したのね。そういうことですね。入れよう入れよう。入れて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 。それでリクさん、それいいですか？はい。しないでしょ。俺の方が後に入ってるし、一緒のオーディション組だし。僕の方が2人より全然覚悟っていう部分で全然違うのと、ホスト業界を変えたいと思ってます。まず業界から変えるのが最終目標です。正直、枝側だったらそんな問題ないかなって思ってました。何？枝をやっちゃうのが問題ない？は枝どうこうもそうだし、初めましてホテル行くなってルールもあるよね。てかわけわかんない言い訳してるし、なんか隠してたからレアの方がなんか悪いみたいになってるけど、まあ2人とも同じだからね。やってることやばいよ。せいやのお客様とホテル行きました。で全部何にも分かりませんで突き通したとしたけど、最後まで自分の口で言わなかったよね。そこでずっと突っ立ってレア言わないかなってビクビクしたんでしょ。でレアはレアでもう無理だなって思うまでわけわかんないようでして会話の進行も進まねえし。追及の結果分かったのは、ケントがせいやの姫である通称ミキと、レアがミキの連れてきたお客様枝とそれぞれ爆弾行為に及んでいたこと。他に担当ホストがいるお客様とはもちろん、初めて来た関係性のできてないお客様との行為もトラブルに発展する可能性があり、軍神の店舗では絶対に許されない。しかもこの事実を2人は隠蔽し、ケントに至っては酒に酔って朝起きるまでの記憶がないの一点張り。レアも言い逃れをしようとしているようだが、お客様との LINE のやり取りを見ると、大丈夫って聞かれてなんとかなるっしょって言ってるじゃん。なんでそういうことしちゃうの？なんかあったら移転すればいいやって言ってたよね、女の子に。言ってたじゃん。そう言ってたんですけど、移籍して相番すればいいじゃんって言ってたじゃん。連絡先消します。そこじゃねえやろ。悪質なんだよね。ただやっちゃっただけじゃないじゃん。やっちゃったで隠そうとあれこれ記憶ないって言うけどさ、記憶ない割にはさ、わざわざ部屋の外に行って分断して電話して口裏合わせて、どうにかこうにかもう疑われてるの自分でも分かってるだろうに、せいやをどうにかこうにか騙そうって工作がさ、朝ベロベロの8時9時にできちゃってるわけよ。そこが多分せいやは一番嫌なんだよな。そこが気持ち悪いの。アフターで居酒屋へ行き、その後ホテルへ向かったという2人だが、ケントは翌朝目覚めた際、せいやに姫とホテルに行ってもいいかという電話をかけ、担当ホスト公認という無茶苦茶な設定を作ろうとし、不審に思ったせいやが姫とレアに連絡。2人から枝と一緒にホテルにいるという LINE が来たことで、今回の爆弾発覚につながった。考えてみ、田舎から出てきてさ、知らない土地来て頑張りますってさ、一生懸命やってさ、やっとお客さん呼んで一緒に頑張ろうっつってオーディション組だからっつって枝振って振ったら爆弾されて、同じような思いして同じようなさ気持ちで東京まで出てきてるのに、それでなんでそれができるのかちょっと分かんない、俺からしたら。自分の口からまあその
皆さんにも事情を話して店を辞めます。店辞めればいいみたいな感じ。いや、2人が辞めただけで俺どうなんの？ただお客さん少なくなった。マイナスだよ、俺からしたら。全体に謝罪をして損害分支払った上で退店します。まず俺に謝るとこが一番と思うよ。まず謝りなよ。お金どうこうとかじゃないで。すいませんでした。それだよ。せいや的にどうしてほしいとかある？一緒に頑張ろうってなってたわけじゃないですか、もともとは。うん他のキャストがどう思うかわかんないけど、僕はまあ気持ち悪いって思うけど、退店せんでも別に僕は何とも思わない気がするっすけどね。こいつらには負けないって思うし、別にそんなんあっても何にも思わずに普通通り今までできてるよっていうのを見せつけたいっていうのは逆にあるんですけど、残ってる人に。お疲れ様です。お疲れ様です。リクさんの方から状況を説明してほしい。その子は地方から来た子なんですよ。せいやは地元が九州なんで、地元からの知り合いなんですね。流れとしては枝のアフターに、レアがせいやに許可を得て、行ったんですね。でアフターに行ったら、枝の女の子だけではなくせいやのお客様もその場にいたと。僕の指名の人もなんか1対1で行かせるのはちょっと不安だしっていうのでアフターについていくっていうのは聞いてて、2対1になってるんだろうなみたいな。そうです。で、僕もお客さんでちょっと時間作っちゃってて、なんすか撮ってたらご飯行くだけってなってるらしいよって。自分がやったことがどういうことか分かってんの？分かってんだって言ってみる。何分かってんの？嘘ばっかついて自分のことをずっと隠してて。そんなんだったらまたやるぜ。その言葉がねえんだったら何も分かってねえんだよ。何がダメかってせいやの努力も時間も信用も全て踏みにじってんの。芝ってさ、過去を壊して未来を作るじゃないの。その未来を潰したの。じゃあお客様としての未来も壊してる。じゃあ女の子もしかしたらもっとせいやと楽しみたいと思ったかもしれないよ。その未来さえ潰してんだよ。俺が福岡からこっちに出てきて福岡のお客さんがほとんどいなくなったぶっちゃけね。けどそんだけこうやって俺が東京に出て頑張ろうってしてるのを応援してくれてるっていうのを分かってる。まずそこは分かってなかったです。それはおかしいよ。まず人のお客さんのアフターでなんでそんなバカみたいに飲むの？すいません。お客さんからも言われたよ俺。あそこの状況が最悪やったし、あの人嫌いになる。そんな人が俺とこに行く？お客さんは。せいやはもちろんお客様もお店の未来をも冒涜する爆弾行為。それを隠蔽する言動も悪質だが問題はそれだけでは終わらなかった。で仲良く2人とも同じホテルに泊まったわけじゃんね。一緒に選んだのホテル？一緒には選んだ。どこ泊まったの？こんな隠しのホテルがある中でね、同じホテルに泊まるってもうお互いそこ行こうよっていう状態じゃなきゃないでしょうよ。まあここまでめくれてないけどもうシャッと行こうや。時間もったいないやけ。ホテルはどういう流れで行ったの？僕は居酒屋出た後にこの後どうするっていう話になって、帰ってる途中に会ったところに入りました。でしょ。だからその流れで2人が同じホテルに泊まりましたがおかしいから俺は言ってんの。ごめん、バカなの？4人ですね。すっとぼけてんの？そう話進まねえ。そうケンと喋って分かってるような聞きたいことは。リクさんが聞きたいのはじゃあ22で入ってったっていうのは偶然同じホテル入ってったってこと？要はそのホテルの前でついていった自分は、その2人がホテルに入るようのを見て後ろからついていったってこと？いや、僕らは入ってその前にそのホテル前にケントと女の子が。じゃあホテルまでは4人で歩いて行ったん？それを最初に言えや。
こっちら分かんねえからいちいち隠されると困るの、状況説明してくれって話をしてて、なんでいちいち質問させるのって話、今やったのはレアなんだから、レア自身がきちんと話さなかったらこっちはもっと不信感しか分からなくなるでしょ。改めて確認すると、レアが一同を先導してホテルへ向かい、ついてきたケントがホテル前で嘔吐、セイヤの姫が介抱しているのを放置しチェックインしたという。一緒に選んだな、ホテル。ケントが泥酔状態のため一緒に選んではいないが、このような言い回しでずっと混乱を招いてきた。やばくない？隅が上で仲間が外で吐いてます、苦しんでますで、その看病を聖夜のお客様がしてます。この状態でだよ。もうやりたくて我慢できなくてホテル行ってやりました。誰がどうでもやばいと思うよ、スーパー利己的じゃん。仲間がさ、辛そうにしたら水も買ってくるなり、大丈夫か大丈夫かっつって寮まで連れてってあげるのが普通じゃね？人間としての情報ないんだよ。もうほら悪質だし、人としてもやばいし、頭も悪すぎるから、こっちがいくらルールだったりいろんなことを設けたとしてもまた同じことをやるし、こんな状態だったらもう大変で置いておけない。ケントは自分にとってはこの環境自体が自分を変える場だったので、そこでこのようなことをしてて、もうこれ以上傷つけたくないので、もうやめようかなと思ってます。本当に皆さんにご迷惑をおかけしてすいませんでした。チャンスがあるのであれば出していただいて、謝罪を今後一生し続けていきたいと思います。なのでよろしくお願いします。自分としても精一杯変わっていきたいので、今後聖夜にも謝罪し続ける場を設けてほしいので、絶対に変わっていくので、店舗に少しでもプラスになるような動きもするので、どうかよろしくお願いします。とりあえず今日全体の謝罪をして、そこから俺聖夜と話して、で運営陣と話して、で最終的な決断を決める。はい、この件も多分乗っかるとは思うんですけど、これを見て自分は絶対こういうことをしないとか、他の人に何かでも伝えられればいいなと思ってます。あとは自分を変える上で、五木さんの元じゃなきゃ今の汚い自分を変えられないと思いました。やってしまったことの償いっていうのは、もし警察に捕まったとしても決まってることだと思うんですよね。そこに情を持ち込むのは、それこそ聖夜さんのためではないし、お店のためではないな。どんなこと言われてももう。従業員全員に謝罪するため接客以外の仕事をしながら閉店時間を待つ2人だが、自身の発言で全てを壊してしまう。あれです。一応ね、お店の中で爆弾行為が、全体でね、謝罪ねしてもらおうかなと思って、で状況説明はみんな分かってないと思うから、状況説明も含めてお願いします。お疲れ様です。聖夜の枝のお客様から送りをいただいたところから話が始まり、がダメっていうことも分かっていながら、自分の下心でもうやめろよ、それキモン知ってるよ俺。お前なんか指名買いできるよみたいな、別の店行けば別にそのまま寄りの相場できるよみたいなことも言ってんだよね。言い訳でもなく本当になんですけど、自分記憶なくて。お前あれだべ、でも結局こいつにそそのかされたんだべ。こいつが親玉でべ、こいつがそそのかしてからお前一緒にホテル行ったんだべ、事実として。そうなんだべ。はいじゃねえんだよ。だからてめえお前記憶なかったっつってよな、てめえなあ。なんだよ今のはいって。じゃあ喋ろよ。じゃあなんだよ今のはいって。
言葉に責任持てよお前。お前今「はい」って言ったべ。俺同じこと2回聞いたぞ今で。お前「はい」って言ったべ。相づちじゃねえよてめえ。ケントは記憶がなかったの一点張りだったが、湊のレアにそそのかされてホテルに行ったのかの問いに「はい」と答え、矛盾が生じた。全員に謝罪する場で自分を擁護する言葉に、この後さらに空気が重くなる。俺さ、教育隊でさ、お前らに口酸っぱく爆弾の話何回もしたよ。4回5回ずっと言ったよね、毎日のように。これだけはやめろって。で俺さ、湊さんとかレイさんとか新人の子たちに明かり強いよ。で俺は新人の子たちを守ってきた立場なんよ。でもそんな行動されたら信用できない。新人の子たちを本当にもうクズっていうか、もうホストじゃない。せいやと一緒に仲間でスタートしてきたわけなのに、そこでせいやの仲間を裏切れんのみたいな。そうお前がっかりだわ。1週間前ぐらいに褒めたばっかなのにタグも回ってて、お前頑張ってんねんって俺話してる。がっかりだわこういうの見てる。でまして最終的に自分擁護するために嘘で固めて、どう自分で責任取って退店してそれで終わると思うんだよお前。そうです。やめりゃいいと思って。いや、まあみんな分かってほしいのがさ、嘘ついたらこうなるからな。もうそもそもちゃんとしてる俺たちはあるわけで、仲間裏切ったらこうなるよ。バレないとは思わなくていいから、バレるから最終的に。で帰ってくるから。以上で、終了になります。そうです。すいませんでした。黙れよお前、気持ち悪い。終礼後もキャストたちの怒りは収まらず。覚えてないの言ってばりやろ。もう話になんないもんその時点で。自分守んなよ、泣いたらぶっ飛ばすから。まあ俺のね判断がもう全てだから俺が判断しちゃうけど、正直残すことはできない。今の現状を見て分かるでしょ。改正風営法後に何が間違って何が正しいか分かった後に問題を起こしてホスト業界怪我したら許されんのって話。許されないよね。俺は悔しいからね。なんか勘違いしてるかもしれないけど、俺は別にただ首で「はい OK」って思ったわけじゃないからね。悔しいからね。オーディションもしてるし、こうした方がああした方がいいよとか、2人の未来を見たよ俺は。だから悔しいよ。ごめんだけどこんなの取りたくないよ。でも取れなかったらさ染みつかねえじゃん。じゃあ爆弾していいんだ、やめれば済むんだってなっちゃうじゃんみんな。こんなんやりたくないよ俺。なんで仲間のことを脅しなきゃいけないの。わかる？それをやる側の気持ち相当ね大変だと思うよこれからの人生も。でもそこでちゃんとやり直せよ。誇れる人生歩めよ、ここからでもいいから。すいませんでした。さっきの修例も見た感じ、他の人はやめてほしいってやっぱ思ったんじゃないですかね。こんだけ今頑張ってる中、そういう人が一人でもいたら士気下がっちゃうし、店の看板にも泥塗るんで、やっぱ気にするっすけどね、人間なんで。そうです。気にするっすけど、今日も今日で普通に営業したし、初回もついたし、ヘルプもあったし、もう僕が何かあったって言ってもお客さんに関しては知らないんで、そこに関しては引きずっててもマイナス角の自分だけなんで、なんかこういう経験が早めにあったんで、最初の方こんな爆弾があったんよみたいな、そんなん別に気にせず普通にやってきたしねっていうのを、話のネタじゃないけど、そんなんにすればいいかな。もう今まで通り熱量減らさず、もう頑張っていくって感じですかね。本当にすごい悔しい気持ちいっぱいですけど、もう悔しいと思ったのは教育隊のハクだったりとか、秋もそうだしゆうたもそうだし、意外とあれなんですよ。さっき話してて湊がレアだけは残さないですかねぐらいな感じの気持ち言ってきたんですよ、あいつ。情状酌量の措置あるんじゃないですかみたいな。意外とあいつ情に深いというか、だからこそ本気になっちゃうんですよね。でもそこで残すわけにいかないよって、このお店の未来だったりキャストの未来をちゃんと考えての俺の決断だからって話して。なんでこういうことが起きちゃうんですか。今回は特に2人入ったばかりの新人じゃないですか。今まで経験したことのない欲が目の前にありますよね。
だってこんなに可愛い女の子とかが目の前にいてとかなかなかないじゃないですか。じゃあ世の中で考えた時に男性ってキャバクラも行くし対女性に対してやっぱり感情とかできるわけじゃないですか。相当抑えられないとダメなんですよね。ホストをちゃんと長くやっていればいろんな経験をもして何がダメ何がいいそれをしたらこういうことが起きてしまうとか経験値からいろいろ想像ができるんですけど、まだ彼らはその想像ができないんですね。言葉でいくら言ったところでこれからまた同じようなこと起きます。先に言っておきますと起きます。はい、で起きた時にどういうこちらは対処をするのかでもみんなのフォローをするのかなんで、でも怒らないように全力でやっておきます。怒らないことが一番いいんで、そのためにもこういう一つずつを厳しく対処していくしかないと思ってるんで、はい、まあ今後芝もこれが伸びていくと思うんで、またこれも含め見てもらえたらなと思います。今日はありがとうございます。長々とありがとうございます。